んにちは。これから皆さんにショッキングなデータをご紹介します。現在の社会において、人間の病気や風邪のうちのおよそ6割もが主にストレスによって引き起こされているそうです。驚きじゃないですか、これ。でもこのデータって逆に考えると、日頃のストレスさえ軽減できれば、とっても多くの人が、より健康的でハッピーな生活が送れるようになるってことだと思うんです。そこで今日は私の特技の一つである気楽に生きる方法、ストレスから身を守る方法についてお話ししたいので、どうぞこれからの生活に役立ててもらえると嬉しいです。ではまずはじめに、私がどのようにしてこの自己防衛術、自分をストレスから守る方法を編み出すに至ったかをお話ししたいと思います。私は今まで父の仕事の影響でとっても多くのいろんな環境に身を置く機会を得たんです。でこれを具体的に数字で言うと、16年間の人生の中で7カ国に住み、ブカレストとかドバイ、インドネシア、コンスタンツァ、アブダビ、サンチアゴ、東京、そんなふうにいろんな計22回の引っ越しと14回の転校を繰り返してきました。でその中で当たり前のようにたくさんの人と出会って関わって、そこで刺激を受けてこの大事なことに気づかされたんです。でその大事なことっていうのが今から皆さんに私がお話しする自己防衛術です。でこれ2つあるんですけど、まず1つ目は先入観なく物事を受け入れることです。私の22回の引っ越しはとっても特徴的で、それまでの自分の常識とか価値観とかが全く何の役にも立たないような環境が次行ったところでは待っているっていうもので、例えばルーマニアではすごい白人の子どもたちに囲まれて、おしゃれなシュタイナー幼稚園でお絵描きをして、お歌を歌って、おままごとをして過ごして、で今度スマトラ島に引っ越したら泥だらけの道を裸足で走り回って遊んで、ドブの中のオタマジャクシと戯れたりとか、拾ってきた猫と遊んだりして自然と一体になって遊んで、かと思えばドバイに引っ越した時はお友達みんなすごい豪邸に住んでるんですけど、そこでパーティーやるからおいでって誘われて、音楽ガンガン鳴らして楽しむみたいな、そんな生活を送っていました。でそこで母はよくカルチャーショックっていう言葉を使って自分の友人たちに経験を語ってたんですけど、私にとってそのカルチャーショックって言葉はあまりピンときませんでした。でそのカルチャーショックっていうのは、私が考えるに自分が持っているカルチャー、自分の馴染みのカルチャーがあって、それと新しい環境、周りのカルチャーを比べて、そのギャップによって生じるものだと思うんですけど、私の場合小さい頃から一箇所に長い間住むことがなかったので、周りの状況が変わっても、その国が変われば言葉も文化も生活も変わるだろうし、海を渡れば私とは違う価値観を持った人がいるっていうのがとても当たり前のことだったので、その時々の環境を他と比較することもなく、そのまま受け入れることができたんですね。だからやっぱりカルチャーショックとは無縁の生活だったんです。では母は私と同じだけあちこち飛び回っているはずなのに、どうして彼女はカルチャーショックを受けるんでしょうか。私はこれは物差しの違いにあると思うんです。でその物差しっていうのが、真ん中に普通と書かれたその人の許容範囲が示されている物差しをみんな一人一人みんな持ってると思うんですよ、私は。でこの物差し、さっきも言ったように普通の範囲を示すんですけど、人それぞれこれってやっぱり違うと思うんですね。で皆さんもこの普通って言葉を使ったことがあると思うんですけど、例えば食べ物屋さんで普通盛りって言っても、お店によってこの量全然違うと思うんですよ。で他にも普段着とか言っても、すごくおしゃれな帽子かぶってハイヒールで登場する人もいれば、また同じように普段着だよって言ってパジャマと変わんないような格好をして現れる人もいると思うんです。でこんな風に人それぞれ自分の育った環境とかそれぞれの価値観とかによって普通とかその人の許容範囲っていうのが決まってくると思うんですけど、とっても多くの人がその自分の思う普通を基準にして自分以外のものを測って、でその慣れないものを見たらそれが普通じゃないとか変なものだとか思って受け入れようとしなかったりすると思うんですよ。でカルチャーショックもこの一例だと思っていて、それまでの環境の中で作られた物差しを持って新しい環境に移ることで、周りのものと自分の持っている物差し
の間にズレが生じて、それに気づいて受けるショックだと思うんです。で、先ほども話した母の話に戻ると、彼女は沖縄の生まれなので、いつでも定芸、これ標準語で言うと適当ってことなんですけど、そんなことの多い性格なので、物差しも普通の人と比べるとちょっと緩い方だと思うんですよ。でもそれでもやっぱり彼女も自分の常識があるので、その常識が通用しないところに行けばやっぱり衝撃も受けるし、さっきも言ったようなカルチャーショックも受けると思うんです。で、このように自分のカルチャーを持って自分の物差しをもう形成されてしまっている場合は、どうやったらカルチャーショックを受けずに済むのか。簡単です。この物差しをゴム製の状況に応じていくらでも伸ばしたり、何でも自分の許容範囲内に収められるようにアップデートすればいいと思うんです。で、どうやってアップデートするかっていうと、まずはじめに自分の物差しを持っている自分の物差しがどんなものかっていうのを認識するんです。で、その認識した上で、次に何か自分の許容範囲を超えたものに出会った時に、それを拒否する代わりに、今度は自分のその物差しをゴム製に変えるためのチャンスだと思って受け入れるように努力するんです。これがまず1つ目の自己防衛術です。で、2つ目は言葉の捉え方についてです。私は先ほども話したように、いろんなところに住んでいたので、それに応じてタイ語からインドネシア語だったり、ルーマニア語の次はアラビア語で、いろんなスペイン語とか英語とかさまざまな言語を2、3年ごとにまたゼロから学び直さなければいけなかったんですよ。でも先ほども話したように、やっぱりゼロから学ぶってことであれば先入観もないので、全然新しいものとして素直に受け止められるので、全く困ることなんてなかったんですね。でもそんな私も小学校高学年になって初めてそのカルチャーショックを経験するんですよ。で、それがドバイの日本人学校に入って初めてではない、久しぶりにその日本人だけの環境に身を置く機会がその時あったんですけど、その時に私は当時家の中ではずっと日本語でしたし、毎日日本食も食べて日本の本を愛読していたので、私は自分のことをすごい完璧な日本人だと自負していたんですね。でも学校へ行ってみると、私やっぱり日本語は家ではしか使ったことがなくて、でテレビとかも全然日本のは見なかったので、両親が使う日本語しか知らなかったわけで、だから周りの学校の友達とかがうざいとかキモいとかそんな言葉を使ってると全然わからなかったんです、私はどういうことなのか。それでもその状況が私にはすごくショックで、なんで日本人同士なのに日本語を話してるのにその誤解が起きたりとか通じない言葉があったりとかするんだろうって言って、当時すごく衝撃を受けて、でもまあそれはやっぱり当然で、両親はうざいとかキモいとかウケるとかそんな言葉使わないのでやっぱわからないわけで、逆に家で私が何の違和感もなく使ってた言葉がマイマイとかクラティーテとかカンプーとかいう言葉があって、多分皆さんもちょっとわからないって思うと思うんですけど、これらはやっぱりルーマニア語でマイマイは撫でることだったり、クラティーテはクレープで、カンプーに関しては母の故郷の沖縄の方言で髪を祝えることなんですけど、そんな言葉を私は日本語だと思って普通に両親と使っていたので、やっぱり学校に行ってそれは通じなくてショックを受けました。で、こんな風にショックを受けて、で他にもやっぱり人によって言葉の解釈が違うことって皆さんも多分経験したことがあると思うんですけど、例えば「全く」っていう言葉を「ゼロ」っていう意味で捉える人と、あとほとんどないっていう程度で使う人とがいたりすると思うんですよ。でそういうのとかも私は聞いてとっても言葉ってあやふやなもんだなっていうふうに考えるようになったんです。で言葉って一番人の心の中を表現するのに頻繁に使われるものだと思うんですけど、それがこんなにあやふやなのはその言葉っていうのは人が生きていく中でなんとなく使いながら覚えていくものじゃないですか。だからやっぱりみんなの言葉を全く同じ意味に同じニュアンスに統一することなんて不可能だと思ったんです。でそのことに気がついた時から私は人の言葉によって傷つくのをやめました。だって
例えば嫌なことを言われたとしても、その人がどんなつもりでその言葉を放ったのかなんて正確にはわからないわけじゃないですか。だからそんな言葉でいちいち傷つけられてたらアホらしいって思うようになったんです。でその人が本当に私を傷つけようと思ってその言葉を言っていたとしても、その言葉が相手の期待通りの効果を私にもたらしているかなんてその人にさえわからないじゃないですか。でこれ例を挙げると、例えばそれまでの私ならデブって罵られたら、ああやっぱり私はこの人の目にも太って映るのかってすごい深く傷ついてたと思うんですけど、でもよく考えればそのデブっていう言葉が同じデブでも、私が考えているデブとその彼女が思うデブが一緒かどうかわからないじゃないですか。もしかしたら重度の肥満を表すのかもしれないし、ただガリガリじゃないよっていうだけの状態を表すのかもしれない。でもし後者ならばこの場合、褒め言葉にさえ聞こえてくるかもしれない。ありがたいわってそういうふうに考えるようになったんです。でこれはちょっと無理のある解釈かもしれないんですけど、でも自分一人をこれ納得させられれば十分だと思うんです。でこれさっきも登場した低減な母が気づかせてくれたことでもあるんですけど、人の言動によってそんな自分の心の中を必要以上にかき乱される必要はないんです。で私はこれを Hot Potatoes Method って呼んでいて、熱い焼きたてのじゃがいもを投げつけられたとして、それを熱い熱いって言いながらも苦労しながら飲み込むよりも、ありがとうって愛想笑いして受け取って、それをテーブルの上に置いてちょっと冷まして美味しくなってから、ありがたくいただくっていう方がスマートだと思いませんか。でこれに私は似てると思ったんです。で私はこんな風にして、それからずっとこの言葉の解釈だけじゃなくて、その嫌な状況だったりとか後悔だったりとかも全部ポジティブに分析して自分を傷つけないように受け取るようにしてます。例えば学校で宿題を忘れてしまってみんなの前で先生に叱られてすごく恥ずかしい思いをしたとしましょう。でもよく考えたらあの時教室は騒がしかったし、私が叱られていることに気づいたのはほんのごくわずかな人数だったかもしれない。そしたらちょっとは気分が楽になりませんか。こんな風にしてます。これらの2つが私が普段実践している自己防衛術なんですけど、どうでしょう。難しいことはなかったと思うんです。で、その2つ、まとめますと、物差しを少しでも柔らかくすること、そして人からトゲのある言葉を投げかけられたとしてもそれをなるべくポジティブに解釈して自分を守るように、自分が傷つかないように受け取るということです。でもこの2つを実践するにあたって一番重要な原則を私はまだ明かしていません。なんだか分かりますか？これは自分を好きでいることです。まずこれは、大事なことなのでもう一回言いますけど、これはすごい自分を大事に思ってほしいんです。で、そのナルシストになるとかそういうことよりも自尊感情を高めて自分の味方になってあげるっていうことを言いたいんですけど、その今まで私がお話しした2つの自己防衛術は、自分が自分の最大の味方であって自分を守りたいって思わないと使えないものだと思ってます。なので普段からその他人を見下すとか自分が常に一番っていうふうに思ってなきゃいけないわけじゃないので、何かあった時だけでも自分を大切に思ってあげてください。でその一生懸命に自分を傷つけないように、自分の傷ついたとしてもその傷を和らげるようにで、自分の心の中をできるだけ穏やかに保つためにいろいろ工夫してみてほしいんです。でそうしたら多分私が考え出した2つのメソッドにたどり着くと思います。皆さんもぜひこれから試してみてください。そしたらきっとこれからもっとヘルシーでハッピーでストレスレスな生活が待ってると思います。ご清聴ありがとうございました。